Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのは3世代目となったホンダのコンパクトミニバンフリードです。都市内でも扱いやすいサイズながら3列シートを実現、そのちょうど良さで人気となってきたフリード。新型はどのような方向性で進化してきたのか、じっくりとチェックしていきます。新型フリードではハイブリッドがより電動フィールが楽しめる EHEV に変わったのがポイント。快適性と走りの進化にも注目です。ではポイントを見ていきましょう。子育て世代にちょうどいいコンパクトミニバンとして進化してきたホンダフリード。今回の新型では全長は45ミリ伸びましたが、エアーでは5ナンバーサイズを維持するなど取り回しのしやすいサイズにこだわっています。エクステリアではヘッドライトやサイドのキャラクターラインを水平基調で構成。シンプルながら上質さを感じさせるデザインとしています。インテリアも水平基調のデザインを徹底してすっきりとした視界と車両感覚のつかみやすさを向上させています。またリアクーラーが新たに設定されたのもポイントです。シンプルなエアーに対してクロスターは専用バンパーやルーフレールなどでアクティブなイメージを強調。2列シート車には荷室の壁面を自在に活用できるユーティリティサイドパネルも設定されています。パワートレーンは 1.5 リッターの直列4気筒ガソリンエンジンと EHEV と呼ばれる高速域以外は基本的にモーターで走行するハイブリッドの2種類、それぞれに FF と4輪駆動があります。ホンダフリードの価格帯はご覧の通りとなっています。ファミリーや趣味層に支持されてきたフリード、走りはどう進化してきたのか注目ですね。そうですね。はい、ということでこの後いよいよ試乗です。シンプルで上質なイメージの EHEV エアー EX6 人乗りモデルを高速道路とワインディングで試します。コンパクトミニバンをシンプルに磨き上げたホンダフリード。その完成度を岡崎五郎が検証します。Engine for the Life。 はい、今日は新型フリードに乗っています。この新型のフリードなんですが、ミニステップワゴンのような感じになってきたなというのが僕が見た第一印象でした。先代はなんかこう走りをイメージさせるようなそんな雰囲気が少し漂っていたんですが、この新型フリードは中が広そうだなとか、きっと乗り込んで走り出したら快適なんだろうなとか、そういう方向性の車にシフトしてきました。どうしてもスポーティーって言いがちなんですけれども、僕はこっちのね新型の方向にぐっと振ってきたというのは、おそらくより多くのユーザーに歓迎されるんじゃないかなと思っています。インテリアなんですが広々としてますね。まずフロントのウィンドウがとても大きい。でこのベルトライン、ショルダーラインですね、もう低めにあるのでパノラミックな視界を楽しめます。そこにこの直線基調のダッシュボードを組み合わせることによって、まさにこう広々とした空間、もちろん後ろの席なんかも含めて、室内の空間自体も広いですよね。今高速道路ゆったりと流しているんですが、もうまさに外観を見て予想した通りの乗り味です。静かで快適で、もう運転していても本当にリラックスして乗っていられる、もう本当に角のないトゲのない車に仕上がっているのがとてもいいなと感じます。
ちょっとアクセルを深めに踏み込んでみましょう。いやー、これね、思ったよりもエンジンの音が遠くから聞こえてきますね。もともとエンジン自体が滑らかなんですが、そこに加えてこの室内に入ってくるエンジン透過音、この音のレベルがすごく低いので、1クラス2クラス上のクラスの車に乗っているような感覚すらあります。はい、ワインディングに入ってきました。もう本当にこういうところ持ってきても、この新型フリードもう頑張って飛ばそうという気にはならない車です。むしろこの綺麗なね、外の景色を見ながらゆったりと走るのがお似合いの車なんですが、そうは言ってもこのハンドリングなかなかねよくできています。こういうコーナーなんかでもミニバンにありがちなその重心の高さですよね。ルーフの方からぐらーっと倒れていくような感覚は全くなくて、すごく地に足のついた感覚で回っていきます。今結構頑張ってペース上げてたんですけれども、本当にシャシの剛性とかも含めて余裕の大きさ感じましたね。下りに入ってきました。ステアリングの特性なんかもキビキビ感を狙った特性ではなくて、とにかく素直な方向性です。特にリアがフロントに対してピュッピュッピュッっていうように俊敏についてくるんじゃなくて、とにかくゆったりゆったりとした動きなんですね。でこれがやはり運転のしやすさ、乗っている人たちの快適性、酔いにくさなんかにもつながってます。この新型フリードなんですが、もう見た目、それから空間の作り方、走りの作り込み、全てなんかね一つの方向性バチッと決まってますね。でそれは何なのかっていうと、乗っている人がとにかく快適に過ごせることなんですよ。この目的意識が明確に現れているという意味で、すごく僕にはね魅力的な車に思いました。はい、では燃費の報告に行きます。今回市場でおよそ420キロ走ってリッターあたり 18.1 キロとなりました。これ真夏30度大きく超えるような中でエアコン使って山道も結構なペースで走って、この数値は大したもんだと思います。ともちゃんどうでした？はい、私2列目に座ったんですけど、基本的には快適で、ゆったり流していると静粛性も高くて、ゴロンさんと会話がしやすい感じがしましたね。ファミリーカーにとってそこすごい大事ですよね。そうですね。ではここでフリードのユーティリティチェックです。試乗した EHEV エア EX FF の6人乗りモデルでチェックしました。まずは3列目に乗ってみたいと思うんですが、電動のスライドドアを開けて開口部が大きく開けていきます。で乗り込むときはここにハンドグリップがついていますが、実は柱の裏側に凹凸があって、背の低いお子さんでも掴みやすいような工夫もあるんです。そしてウォークスルーで3列目に行きますが、2列目の背もたれはスリムになっていて体を通しやすいです。で3列目なんですが、2人座ればいいので横幅が結構余裕があるように感じるのと、2列目のシートはスライド式で前後に移動できるんですが、今の状態でげんこつ3つ、で頭上の方はこれもげんこつ162センチの私で2つ入るレベル、でこのように見晴らしも意外といいですし、ドリンクホルダーが両側の壁面に1個ずつありました。2列目です。これ6人乗りなんでキャプテンシートになっていてゆったり座れます。でスライドはこの位置になりますとげんこつ結構入りました。3つです。そして頭上は3列目より着座位置が低いので、この状態でげんこつ 3.5 個も入ります。でこの横にロールサンシェードがあって日差しを遮ることもできますし、さらに注目していただきたいのがこの前席の背面のところ、ポケットと USB のタイプ C があるのでスマートフォン充電するのもいいなって思いました。さらにご注目はこのリアクーラーです。これ風量が5段階で調整できるので、暑い日も車内を涼しく過ごすことができます。
ラゲッジスペース手動で開けていくものになりますが、屋根も大きい、日差しを遮ってくれますね、で開口部も広く床が低いのがホンダらしいですよね。でシートアレンジ、これレバーを倒して紐を引っ張って跳ね上げるんですが、これ最後フックを引っ掛けて完成と。でこのシートが収まる位置もちょっと低い位置になっていて、運転席から斜め後方の視界が得られるというのはすごく安全上ありがたいですし、あと両側をアレンジした時にこのシートを収めた幅が従来よりも広がってるんですよ。ママチャリも乗せられそうですね。なるほどね、小さいんだけど中を最大限広くする、まさにホンダらしい車になってますよね。そうですね。はい、この後はメーカーの開発担当者の方にお話を伺ってます。それでは開発責任者の安住さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。安住と申します。よろしくお願いします。安住さん、この新型フリードって、僕なんかすごくコンセプトが明確だなと思ったんですけれども、そこのところ、コンセプトのところからまず聞かせていただけますか。このフリードのコンセプトは、スマイル、ジャストライトムーバー、心に余裕、笑顔の毎日というような、コンセプトをつけたんですね。我々その開発チームもそのちょうどいいという言葉はかなり重視して、表現は変えましたけども、ジャストライトという形で今回コンセプトに反映させました。でいろんなシチュエーションにおいてもこの車で快適に過ごしていただきたいということで、カテゴリーを定めずムーバーというキーワードを使ってます。で、全てにおいて快適なシチュエーションから、運転する時のストレスを軽減する、我々自動車会社としてその運転する方々のですねストレスを少しでも軽減することによって、で余裕を生んでいただこうと。で余裕が生まれてるドライバー、余裕が生まれてるその家族からは当然笑顔が生まれるだろうということで、冒頭にスマイルっていうキーワードを入れたんですね。なのでそのバランスは非常に重視してこの車を開発したっていうのがもともとの考え方です。なるほどね。このデザインなんですけれども、すごくシンプルになったなと。そうですね。もともとのコンセプトにあるように、そのお客様のその生活の中に溶け込みたいということで、あまり車がその前面にその押し出しすぎず、でその中でもそのクリーンで、しっかりとそのお客様のその生活を入り込むような形でね、質感の高いそのスタイリングをしたいなということで、それで水平基調のそのなんていうかな、スタンスのいいフォルムっていうのをちょっと目指してみました。でそれに組み合わせてるタイヤなんですけど、今6号扁平の15インチなんてほとんど見なくなったなっていう。そうですね。その乗り心地だとかこの車としての基本性能は守りながらも、既存の車からのその乗り換えの時もそういう費用をできるだけ抑えるってことも考えると、あえてそのメーカー側がそのスタイリングのためだとか、性能のためにタイヤサイズを大きくするというよりも、そういうようなところまで踏み込んで、タイヤサイズを決めた方がいいだろうということで、既存のタイヤサイズを守り抜いたというような背景ですね。走りなんですが、とにかく乗ってみて、もういい意味で運転を意識させないっていうんですか、普通に走ってるとピタッと綺麗に走ってくれるっていう、そういうふうに感じを受けたんですけど、狙いはそこですか？そうですね。運転する人、乗ってる人、全ての人がその安心して快適に移動できる、そういう乗り心地、や走り感っていうのを目指したっていうのがこの車ですね。どんな方々にこのちょうど良さっていうのを感じていただけると思われますか？まずはですね、やはりメインのところは子育てをされてる40代50代の方々がメインなんですね。さらにクロスターで、若い方々にもやはりそのフリードの良さを味わっていただきたいですし、子育ての終わった方々においてもこの上質感を味わっていただいて、幅広いお客様をこのフリードで支えていきたいなと思ってます。なるほど。はい。今日はどうもありがとうございました。はい、それでは新型ホンダフリードの評価に行きたいと思います。僕の評価このようになりました。丸、これは乗る人みんなが笑顔になれる車です。運転している人だけが笑顔になれる車っていうのはスポーツカーだったらそれでもいいと思うんですけれども、やはりこういう車、ファミリーカー、特にミニバンだと後ろに乗っている家族も一緒に笑顔になって長距離移動できて、到着してからも疲れてないから笑顔で遊べるよっていう車が僕理想だと思うんですね。でこの新型フリードはボディコンパクトなのにそういうところがち
ちゃんとできている、そこはとても素晴らしいなと思いました。×これはですね、リアクーラーとか360度モニター、すごくね魅力的な装備あるんですけど、全部のグレードで選べるわけではなくて、このグレードではこれが選べるんだけど、このグレードを選ぶと、リアシートのねクーラーとか360度モニターつけられませんよっていうのがまだ残っているんで、そのあたりの選択肢をもっともっと今後ね広げていってほしいなと思います。はい、私は丸ラポイント、これはスムーズで快適な走りと、使って嬉しい機能性が満載です。本当にストレスを与えない走りは、運転に不慣れな人も安心して走れますし、なおかつこの EHEV の魅力って高速域、踏み込んだ領域だとエンジンが直結してタイヤを回転させていく、その気持ちよさを与えてくれる両面を持ってるんですね。実にホンダらしい。でさらに使って嬉しい機能性としては、特に内装面なんですけど、今回ファブリックシートだったじゃないですか。であれ実は撥水撥油加工というのが行われていて、ちょっと何かこぼしても拭いてあげると汚れが目立ちにくいとか、ああいったちょっとしたこともすごく嬉しいなっていうふうに思いました。そしてバッテン、これはクロスターの2列5人乗りでリアクーラーが選べない。五郎さん言ってたみたいに、他の仕様でも実はエアでも選べない仕様はあるんですけれども、2列シートのプラス広い荷室ってこれ実は車中泊として使う人もいますし、あとはペットのケージなんかを乗せて走られる方もいると思うので、選べた方が実用面では嬉しいのかなと思いましたね。これがね、あんまり売れない車だったらしょうがないっていうのなんだけど、これ絶対いっぱい売れるじゃない、なのでそこら辺選択肢増やしてほしいですよね。今後に期待したいです。ということで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life. さあ今日はホンダフリードを取り上げましたが、ともちゃん改めてどうでした？このフリードって本当にたくさん売れる車ですし、私今回乗った仕様以外もスロープ仕様の車にも乗ってみたんですよ。いやあれも本当に素晴らしい車になってましたね。スロープ仕様っていうのは、例えば後ろにこう車椅子を乗せやすいみたいな、そういうやつだよね。そうです。で、スロープを引き出して、でベルトを車椅子に引っ掛けて、結構短時間で乗せられるので、介助する人の負荷もすごく少なく出かけやすいですし、あとは家族でキャンプとかレジャーに出かけるときは、そのスロープの板を畳むとすごいたくさん荷物が積めたりして、便利そうだなって思いました。その種の車って昔は介護用車両とか言って、もう本当にそのため、介護のためにみたいな呼ばれ方してたけど、今回ホンダがあえてその介護用車両じゃなくてスロープ車と言ってるのは、ともちゃん今言ったように介護にも便利だけど、普通の生活とか週末のレジャーとかそういうのにも便利に使えますよっていう、ホンダからのメッセージなのかもね。そうですよね。そこのカテゴリーをくくらない、五郎さんが丸に挙げてたように、みんなを笑顔にする車っていう感じが伝わってきました。なるほどね。そういう意味で本当にこのサイズ、扱いやすいサイズで、しかも室内が広くて、でいろんなバリエーションがあって、でどんな使い方にもフィットしてくれるって、まさに笑顔を作り出してくれる車。なんかこういう車1台乗ってて欲しくなっちゃったね。いや本当にそうですね。いろんな場面で活躍するし、それこそファミリーの移動も趣味にも活躍する1台ですよね。そうですね。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the life.